助からなかったようだった。助けられなかったことをひどく後悔した。夢を見ながら誰かを探し歩いている最中に実際に母親に会って、何にも見えない。すごい怖いんだよね。すごい怖くてそんな夢を見ちゃうんだよね。次は過去俺の見た荒野に道路が一本走っている。道路の両脇には壁のような岩山があって出店が並んでいる。その間を縫うように自分はエイリアン。最後に中心に出てくるものが中心になっています。明かりもっとここは明るく入っててほしいです。明かりお願いします。最初はここに物理的に何かあるんだけど、バイオリンがそこに全面が上がっている。これだ、それです。あれを味が感じます。どうしてルーキーなんかはその状態のまま軽い特にしみじみ言いたいところをしみじみ言いたいところが一瞬みんなでこの時にここでね、なんか手に遠くですね、こうなっちゃう。だからここではこのまんまの距離でお願いします。忘れずに。思い出してごらん。でもなんかそれ重たそうですよ。また。手の中に隠しじゃないで見えるように出していいよね。出しているのがいいから。ずっとそこに行きます。ずっとここちゃんの前です。
本当これそこら中にそれがいっぱいある。それが見える。これをなしでそのまま最後までダーッ行ってしまおうかなっていうのはちょっと危険やね。お外でもシャウトするんでもなんか行ってみようよ。いや、愛ちゃんは仲良くしたい。仲良くしたい。やっぱり人を感じて仲良くしたい。感じることもできないのは悲しいな。何かここを押さえておいたら多分ここを押さえておいたら何かがある。それが今こうなっていく。それをこう言えない。全部今回やることは多分全部ありがとう、ごめんなさい、I love you でリンクしてる。普段のいろんなことが全部未解決、解決できない。こうやったらこうやったっていうことでこれはできない。でも本番何が起こるかわからないわけですが、本番自分がこれだって思ったらそれでやっちゃっていいの。終わりにしましょう。なんかこれがいい。少し言えた。少し言えた。あとはもうすみません。そこまですみませんでした。言えないこと言わないでも、これは分断と見えてるんですよ。これだけはぜひねっていうのをやっぱりしないとできない。全員これ今回のことで言えることだと思うけど、他の人に頼りすぎだと思わない。他の人のタイミングに頼っていたら全体が例のまぐされっていうのが起きて壊れちゃう。瞬間にね、何かもう変数がいっぱい起こるの。お客さんとの間柄とかでもやり方がね変える人って必ず出てくる。でそれが正解なの。みんなが覚えてる。この位置にこう立ってる。あり得る。ちょっと違うか。解消してからここで。じゃあ行きましょう。これじゃあ片付けセッティングの方に入るか。ちょっとやり方がなんだろう。これでいってもらえる？顔を上げてからそのままハイパー発言にこうありがとうございましたどうもってそのままお客さんに向かってこうあって何かこうあってスタートするっていう風で頭をお客さん側に向けて横になりました。いい顔してるね。拒むものがいるの人がいる時の準備っていうか心づもりがねあった方がいいと思う。こうなったりこれ納得いかないってなってなんかぐじぐらってなってるその本人が一番大変なので多分大変なこともいろいろ溜めてるの。そこでなんかそれを脱いでもらうことができたら今日思いません。譲るよ、基本ベース譲るから。頑張ってください。頑張るぞ。
私も洋服がダメだからイケメンだよ。親父が多い。今日の朝、卵かけご飯を食べました。頑張って楽しいふりして人前ではなるべく笑顔で笑っているけれど、俺なんとなくこのまま放っておいたら世界はどんどんおかしなことになっていくって、世界はどんどんおかしなことになっていくって、そんなことはもう分かってるんだけれど、じゃあお前はどうするんだって言われても何も言えなくて、俺がもっと強くなれればいいんだけれど、小さいですもんね。小さいひょっとして子供さんですか？子供。そういう役。元気もりもり。どうもありがとうございました。
裏側で僕らのことを宣伝してくれてる、称えてくれてる人たちがいるんですよ。まあそれはあれだけど、他県のこれから僕たちが行くところで二重にまず想像しやすいところだと本当に動いてくれてて、まあなんだろう、分かんない、ちょっと狭くなっちゃったかもしれないけど、そこからそういう感覚は多分ツアーならではのものだなと僕は思うし、そこからどんどん広がっていけたらいいなと感覚的には思うんだけど、今日なんかできれば最後に言いたかったんだよね。誰からもありがとうって言われたこともないし、拍手も受けたことがないので、こうやっている人たちのことは保っていきましょう。はい。はい。うわ、これはズームだ。飯田茂美、差し入れの品々。4枚となりました。食べたい。食べる？仙台に入る前はね、あらかじめ一緒に出演者のみんなでこういう作品を作ろうって、予定していた作品があったんですね。でそれが震災の後で被災地に入って福島を通って福島経由してね、仙台に入って、でみんながこう出演者メンバーですね、顔なじみの若い仲間たちがこうスタッフと一緒に部屋に集まってて、でわしを待っていてくれて、で駅からもそこに直行ですよね。でその顔を見た途端にね、見渡した途端にこう予定していた作品のプランが消えた。一瞬であれっていう感じで消えちゃっただよね。あのプランダメだわって。こんな状況でね、かっこいい楽しいっつうか、かっこつけた作品みたいなことをしてもね、それはちょっと嘘になるわって思ってね。でこれはもうプラン通りにいきません。でじゃあこの今の状況をみんなが分かち合ってる今の現在の思いをね、そのまま舞台にできるだか、でどうすりゃいいだか、そもそもできるだか、そういうことがってみんなすげえ怖いっつうだからすごい顔つきになってただよね。それがほとんどのメンバーはこの前の年にね一緒に舞台作ってるので、その時は社会にそんなに疑問も持たずにレールに乗ってきた世間知らずの学生さん、優等生さんみたいな学生さんのね、大体そういう感じだったので、それが震災の後で再会したらもう目つきが違う、明治維新志士たちみたいな目つきでね、それが真剣な顔でね、生まれて初めて極限状況、その中でも全員別人で、その頃まだ毎日余震、ほんで全員その震災後の被災してる状況の中で選んだだよね、舞台を。その価値を信じて夢見て本気でね。でみんなもう一緒に前の年に舞台をわしと一緒に作ったことがあるもんで、わしの舞台の作り方知っていただよね。ほとんどの週はもう魂むき出し丸裸みたいなね、嘘つけない、飯田さんの舞台はもう超能力使わないと立てませんみたいなね。でそれ知ってた上でみんな被災地でボランティア活動とかするよりも舞台作るっていう方向をね、命張って本気で舞台作るっていう、そういう方向を選んだだよ。でもわしはその夜はずっと眠れねえでね、どんな舞台作りゃいいだか、みんなで何すりゃいいだか、
で共有してるこの現実がもう圧倒的すぎて、もう一晩シャウト、うおーってもうささやきシャウトしてもだえてましたね。だってこの状態で舞台ってこりゃ不可能じゃねえかって。でだからこそなんとかできるはずだって思うわけですよ。で何とかしていったわけですよ。それまでわしのね作る舞台がやたらこう衝撃って言われて、ね、やたらと衝撃って言われてきたんですよね。で仙台でこの過去に公演した舞台すべて衝撃、楽しい気持ちいいで、それで衝撃、必ず衝撃、後に衝撃ってつくの。なんか良かったよ衝撃的でとか、必ず衝撃って言われてきたのね。こちらとしてはそう言われてもね、衝撃とか基本的にないですよ。当たり前のこと、命にとって大切なことよ。そういうことを人として共有してつだか、そういうね分かち合えたらっていう、当たり前のことだもんねっていう、そういう思いだったんだよね。でこの舞台ではことにそう今まであんまりその衝撃、飯田さんの舞台衝撃みたいにそういうことになってたので、も心をここは決めて、今もこの状況で誰もお客さんが傷ついたりとかその衝撃を受けたりしねえように穏やかに、これ最後まで気をね配り続けました。で毎日少しずつ作り進めてリメイクで、結果もう全員できた舞台はもうそのまま念力だけみたいな舞台でしたね。で公演の前半で毎回わしがねソロダンスを踊ったんですよね。でこれ結構泣きながら念力ダンス、お客さんに語りかけながら踊ってましたね。でこの頃からもう話しながら、客席に向かって話しながら踊るっていう踊り方がこの時から生まれました。でも創作期間中も毎日泣きっぱなしでね、最初の4週間もう1日に6時間お部屋でだいたい6時間ぐらい泣きながらね、リメイク泣きながら毎日ねそれ続けてたんですよね。でね、こういう体験してしまうと、あとはもう本質的なところで活動が止まらないですよ。だからあれから311のことを忘れた日っていうのは一日もないですよね。311の後の世界、311後の世界ってのを現に生きてますよね。はっきり自覚してね。でそれはもうこの時舞台に立っていた仲間たち、今も30代みんなね30代になって、そうだね、あの頃全員19歳、10代から20代だから、今20代の終わりから30代のねメンバー、今もうパパとかママになってる人もいる、何人かで。その子育てしながらやっぱりベースになってる気持ちってのはね同じだと思いますよ。311の後ね。